皆さんこんにちは、アトモスです。2024年1月、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今回からですね、うちの水栽培コチョウランがですね、開花するたびにですね、1株ずつ紹介をさせていただけたらと思います。この子は今回ですね、2番目に咲いた子になります。ちなみに一番最初に咲いた子は今まで動画で何回か紹介させていただいている8月ぐらいから咲いてる子ですね。白花の子なんですけど、その子は葉っぱがちょっとね、キャンドルで炙られちゃって負傷してしまったので、家計を切って養生しています。はい。この子が2番目に咲いた子です。昨年の12月から咲いてくれてますね。今も元気に咲いてます。で、この子は2022年6月に購入しました。スーパーで購入しました。タイニードールズっていうシリーズのコチョウランで、とてもちっちゃいんですね。今ここ株元からお花の高さが10センチぐらいです。すごく小さくて可愛いテーブルミニコチョウランっていう感じですね。はい。で、お花の大きさは4センチぐらいですね。で、赤色でとっても可愛いんですけどね。2022年6月にスーパーで購入して、8月ぐらいから水栽培に移行してます。ですので水栽培歴は1年半です。買ってから2回開花してくれてます。で、今回はですね、つぼみが3つあったんですけど、残念ながら2つつぼみ落ちしてしまいました。で、去年はつぼみが2つあって1つつぼみ落ちしました。ですので、昨年か一昨年、前回から今回にかけて咲いたのは一輪だけということになりますね。はい。でもこの一輪だけの姿も可愛いと思いません？身内びいきですかね、これ。記録としてはですね、一昨年は肥料なしでした。で、昨年からはですね、定期的に肥料と活力剤をあげています。2日間水やりをして1日乾かすというスタイルをですね、だいたい続けてます。時々サボっちゃうこともありました。で、時々旅行に行っちゃったりしたこともありましたけど、なんとかそんな感じで続けてましたね。それを花が咲くまで続けてまして、花が咲いてからは水につけてる期間をちょっと短くしたりとかね、乾かす期間をちょっと長くしたりとか、そんな風にいろいろ変えてみています。はい。今回ですね、このうちの水栽培しているコチョウランの記録を残そうと思ったのはですね、コチョウランを水栽培で長く継続して育てているとどうなるかという情報がないと感じたからなんですね。私はですね、ランの本を集めるのが趣味で、今のところ日本とドイツとイギリスで出版されている育成本をそれぞれ数冊持っていますが、コチョウランの水栽培を紹介している本は一冊もありませんでした。バンダとかを水栽培とかね、空中栽培で紹介されてたりはするんですけど、コチョウランを水栽培という項目はですね、今まで見たことないんですね。これだけでも、水栽培という栽培方法が一般的ではないということがお分かりいただけると思います。残念なんですけどね。はい。
そうですね、インターネットでは国内外でコチョウランの水栽培を紹介しているサイトや YouTube の動画を見かけますが、まあね、その私がお気に入りのサイトとかあったんですけどね、更新が止まっていたりですね、 YouTube の動画もすごく綺麗な水栽培の動画を紹介してらっしゃる方いたんですけど、もうどうだろう、8年ぐらい更新してないとかね、数年かけて記録を取って水栽培の継続可能年数を調べたりしている人はいなかったわけです、今まで。で、水栽培っていうのはもともと病気などで根っこが少なくなったとかね、そういう株に根っこを出させるために使われてきた手法で、根っこが十分出た後は植え込み材に植えるというのがセオリーなんですね。で、植え込み材なしで板付けもせずに、こういうふうにね、瓶に水だけ入れてずっと育てるという水栽培は、反社会的とまでは言いませんけど、かなり異端ということなんですよね。もし今中世だったら、私魔女栽培にかけられちゃうんじゃないかなって思いますけどあまりにも異端なことをやってるからという意味で、冗談ですね、実際ここドイツで初めてラン店に行ったことがあったんですね。で、その時にランのサークルみたいなものにですね、入らないかって誘われたことがあったんですよ。私水栽培しているので、そういう水栽培の情報とかありますかって聞いたらですね、なんで水栽培と言われて、そんな水栽培だなんて早く植え込み材に入れてあげないと根っこが風邪ひいちゃうよと言われましたもう、そういうことでですね、水栽培に関する情報って本当にないんですね。全く普及していないんですよ、一般的に水栽培っていうのはですね。で、そういう情報がないなら、自分が実験して結果を出して、でその結果を情報として動画にアップしていこうと思ったわけです。例えばコチョウランを水栽培にした場合の花数はどれぐらい減るのか、もしくは増えるのかで、水栽培にした場合コチョウランの寿命はどれぐらいなのか、一般的な植え込み材で植えたコチョウランは、10年以上とか30年とか生きるとか言われてたりしますけど、水栽培にするとそれはどうなるのかとかね、そういう実験をですねして今後記録として残していって、でこれから水栽培を始めたいなと思っている人とか、水栽培を今現在してらっしゃる方とかね、で情報をシェアしていけたらいいなと思っています。はい。で、実は3株目がもう今ちょうど咲いてますので、その3株目のこの紹介動画はまた次回アップしたいと思います。今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。さよなら。